ミス・ウォーカーからの予期せぬ援護があったとはいえ、星明かりの祭壇にある機械をまだ完全に制御できないでいる。アーク自体は間違っていないが、どの場所に現れるかを細かく制御できなかった。残念ながら祭壇で見た場所や溶融エドモンジウムは私の手の届く範囲にないということだ。クソ、実際に調べたわけではないので、あの溶融物質がエドモンジウムだと断言はできないが、そうである可能性は高い。人工的に溶融しようと試みた時のサンプルとそっくりだった。想像してほしい。人類が知る限り最高の物質で構成される洞窟を。なんて素晴らしいんだ。溶けたエドモンジウムの研究は進んでいないが、この地下の森についてはいろいろと分かってきた。比喩的にも筑後的にもだ。この洞窟の生物の多くは発光する。だから好奇心からここでよく見られる光る虫を数匹解剖してみた。私はさらに研究を進めた後、彼らのビブで見つかった発光性の液体に生体電気に似た物質が蓄積されるのだと結論付けた。その発生基準は分かっていないが、蓄積できなかったものはすぐに失われてしまうようである。興味深い、実に興味深い。発生源として可能性のあるものは、ここには森のエネルギー源である太陽光がないということは土から来ているのか。そうだ、そういうことか。エドモンジウムが原因だ。この洞窟の中に溶けたエドモンジウムのプールがいくつもあれば、エドモンジウムは時間とともに土に染み込んでいくはずだ。そうなればその近くの動植物がエドモンジウムの不思議な力の影響を受けることになる。それがこの森の発光生物に見られる電気の直接的な発生源でなかったとしても、数世代にわたって刺激を受けたことで変異し、内部発電能力を獲得した可能性もある。実に刺激的だ。私は今、数世代にわたってエドモンジウムの力を吸収し続けてきた全生態系の中心に立っているのかもしれない。しかもこの秘密を知っているのは私だけだ。素晴らしい。ミス・ウォーカーを無理やりにでも連れてきてよかったと思っている。彼女の科学的知性は私の足元にも及ばないが、ライフルの腕は立派だ。それもそのはず、彼女も結局植民地の住民なのだ。女性らしい暮らしなどしてこなかった。それにしてもあの口の汚さには驚いた。本当に恐ろしい。彼女の過去や品のなさはさておき、現在の彼女の存在に感謝したい。ここにいる捕食者たちを軽視することはできない。私も若い頃は奴らを従えることができた。羽をつかみ背面に畳み、地面にひれ伏させる。私は奴らにとって恐るべき存在だった。ああ、若さとは素晴らしいものだ。ミス・ウォーカー、今はまだ我慢できる。でもこの野蛮人を受け入れろと言われても無理だ。その生活様式すらわからないのに、彼女がどうやってここにたどり着いたかなんて理解できるはずがない。彼女のような原始人に星明かりの祭壇の機械を動かせるはずがない。だが彼女は今ここにいる。一番問題なのは、彼女がエドモンジウムの防具一式を身につけているということだ。まさに私が求めているものだ。それを野蛮な若い女剣士がすでに手に入れているとは理不尽すぎる。このような美しい科学の産物は血に染まった手で汚されるべきではない。ダメだ。ロックウェル、冷静になるんだ。敵意に気づかれたらきっと彼女にその場で殺されてしまう。そうだ、今はじっくりと時間をかけて何ができるかを探るんだ。誰がこの防具を作ったにせよ、とにかくその人物を見つける必要がある。驚いた。あの並外れた鎧は氷山の一角に過ぎなかった。あの野蛮な女が彼女の新たなボスたちの家に案内してくれた。その場所は驚くべき新たなテクノロジーであふれていた。ほとんどがエドモンジウムの力に依存している。彼らが何気なくこのような技術を使っているのを見ると、この不思議な金属の可能性や深みの全てを掴んでいるわけではなさそうだ。そうだ、ロックウェル、ミス・ウォーカーとその野蛮な仲間たちを容認してきた甲斐があった。私は未来の男たちが何を知っているかを探り、歩みをさらに先に進めようと思う。村にはエドモンジウムが大量にある。私の少量のサンプルなど比べ物にならないほどだ。これだけ大量にあると研究中にその歌声が聞こえてきそうだ。エドモンジウムが発するエネルギーのリズムは涙を流さずにいられないほど魅惑的だ。村人たちはそれをエレメントと呼んでいる。馬鹿げている。エレメントでないものなどない。
彼らはそう名付けたことを忘れたのだろうか。以前にメモに残したように、ここではチャージは珍しいものではないが、それに関する彼らの知見を手に入れることができた。エドモンジウムが洞窟に染み込むことで発生すると考えていたが、彼らの調査を見る限りその考えは正しかったようだ。研究する価値がある。村人たちから詳細な情報を手に入れるのは石から血を抜き取るようなものだ。赤髪のダイアナという女は人当たりがよく、私の質問にも答えてくれる。だが彼女は科学者じゃない。でなければあんな純粋ではいられない。未来人たちを説得して研究チームに加えてもらうしかない。そこでなら信用を得られるはずだ。残念ながら彼らは科学の力には懐疑的なようだ。はは、ふざけてる。彼らがどの時代から来たかなんて関係ない。私はサー・エドモンド・ロックウェルだ。私は1000年に一度の頭脳の持ち主だ。私と一緒にいられることを光栄に思うべきだ。なんてやつらだ。優秀な同僚に対してあのような不遜な態度を取る人間は初めて見た。ようやくダイアナを説得して村の研究と実験に参加できるようになった。だが私は無能扱いされている。この科学者という連中はなぜ私を見下すのだろうか。私をバカにしているのだろうか。間抜けな連中ばかりだ。まあいい。彼らは必要ない。とにかくこれで施設に入り、物資も利用できるようになった。彼らの助けがなくてもチャージとエドモンジウムの研究はできる。すぐに私の知識は彼らの頭脳を上回ることになるだろう。そうすれば彼らでもどちらが原始人か理解できるはずだ。くそ、なぜこうも先へ進めないんだ。はるかに知性が劣るあの科学者たちは成果を上げ続けているのに、私はもがき苦しんでいる。全ては経験の差なのだと思う。彼らは自分たちの道具の扱いにより慣れているし、より多くの情報を持っている。私がその立場ならあの馬鹿げたプロジェクトも数ヶ月前には終わらせていただろう。このハンデを埋めるためにはより努力をする必要がある。寝食も研究室でしよう。彼らがサー・エドモンド・ロックウェルの名を崇めるまでは何者にも邪魔はさせない。ついに成功だ。チャージを電気に変換することに成功した。その電気から充電式バッテリーとランタンを開発した。私にとってはこれくらい朝飯前だ。あの科学者もどきの連中が未だにできていないのには呆れる。私の新たな発明を彼らに見せた時の驚きの表情は予想通りだった。彼らはチャージとエドモンジウムが秘める可能性のほんの一部も理解していない。彼らの知識量を私が上回るのも時間の問題だ。この研究成果の全てを共有してもらえると思っているなら、それは誤りだ。サー・エドモンド・ロックウェルの天才を疑う者に与えられるものなど何もない。あのポンコツの科学者たちが一生懸命取り組んでいる大プロジェクトを見せてほしいとダイアナを説得した。呆れてしまった。このゲートウェイプロジェクトというのは各オベリスクの転送の祭壇を真似た粗雑なものに過ぎない。それなのに全員が大きな期待を寄せている。愚か者どもめ。不可能に手が届きそうなこの場所をなぜああも離れたがる。ここが刑務所であるかのように脱出という言葉を口にする。ここは比類なき可能性を秘めた土地であるというのに、ダイアナが話のわかる人物でよかった。彼女は自分のことを私の世話係だと考えているようだ。そのためか私の気まぐれに随分と付き合ってくれている。私は穏やかで好奇心の強い老人を演じるだけでいい。そうすれば思い通りに彼女を動かすことができる。もうすぐ洞窟の深部まで連れて行くように説得できそうだ。そこには溶けたエドモンジウムが大量に流れているらしい。そもそも私がここに来たのはそのためだ。深部に行けば貴重な情報を得られるはずだ。もう一押しでなんとかなるはずだ。充電式ランタンの試作品を小型化して効率を上げたことで、村の評議会も私の意見を無視できなくなった。これでようやく探索隊に同行して洞窟の深部まで行くことができる。少なくとも最も純粋で最も自然な形のエドモンジウムは観察できるはずだ。素晴らしい。興奮を抑えるのが大変だ。だが今はとにかく落ち着かなければならない。このところあの野蛮人にずっと睨まれている。ということは私の動きを全部見られる可能性がある。それにダイアナは私と話すことを禁止されているようだ。幸運なことに
ミス・ウォーカーのくだらない仕事があるために彼女もこちらだけに構っているわけにはいかない。だがそれでも注意は必要だ。あの未開人のことだ。いきなり暴れかねない。絶対に怒らせてはダメだ。ありがたいことにあの悪意のある目からしばらく逃れることができそうだ。ミス・ウォーカーは自分のペットの野蛮人をオベリスクに使いっ走りに出している。ゴミがいなくなってせいせいするとはこのことだ。ミス・ウォーカーの作業の詳細は調べていないが、どうやら彼女にとってオベリスクは優先すべきものらしい。重要なのはエドモンジウムだ。ミス・ウォーカーと野蛮な召使いが探検したがっているならそうすればいい。私はその間に洞窟の心臓部まで潜り、本格的な科学的実験を行って研究を進める。大きな前進になるはずだ。このゴワゴワしたダサいスーツが好きとはとても言えない。しかしエドモンジウムの洞窟を探索するなら必須の防護アイテムだとダイアナは言う。だから受け入れるしかない。つまり考え事をするときにヒゲを撫でられなくなるということだ。まあいいだろう。前回の遠征で化け物に襲撃されたことなどを含めて他の科学者たちの間には緊張が高まっている。臆病な連中だ。科学にリスクがつきものであるように今回もそのリスクに見合った対価が最後には得られるはずだ。私は世界中を旅しながら無数の科学的発見をしてきた。しかしこれほど美しい光景を見るのは初めてだ。無垢のエドモンジウムが奏でる音ほど魅惑的なものはない。許されるのならば一日中それを眺めていたい。しかし急がねばならない。私が知っていることに他の人間が気づく前にエドモンジウムが人類の新たな夜明けとなる可能性を秘めていることに私には見える、感じられる。その秘密を暴くのは私だ。私とこの壮大な金属は運命共同体だ。より多くのデータを集めるのだ。ロックウェル、データが必要だ。もう少しだ。私はやったぞ。彼らは無理だと思っていたようだが、それが誤りであることを再び証明してやった。ついに無垢で純粋な溶融エドモンジウムのサンプルを入手した。細心の注意を払って扱わねばならない。サンプルから作れる格納ポットはたった2つだ。もう一度サンプルを集めに洞窟に赴くことをもう認められないかもしれない。失敗は許されない。何があっても私は原始的な道具と愚かな助手に囲まれながらも数々の奇跡を起こしてきた。さあエドモンド・ロックウェルにはこの程度のサンプルで十分だ。ようやく村の研究所に戻って確認することができた。溶融した天然のエドモンジウムは不純物の混ざった固形のものよりもはるかに大きな力を秘めている。もちろんそれを知っているのは私だけだ。ここにいる科学者を自称する頭の固い間抜けな連中はエドモンジウムに近づこうともしない。奴らはこの物資が体に害を及ぼすと考えている。バカバカしい。エドモンジウムが私を傷つけることは絶対にない。エドモンジウムには温かみがある。私を呼んでいるのだ。そこにはあるのは危うさではなく無限の可能性だ。どいつもこいつもあまりにも視野が狭すぎる。不純なエドモンジウムでも素晴らしい防具を作ることはできる。だがそれは本当の力の一部でしかない。奴らもすぐにそれがわかるはずだ。戻ってきてからは村人たちに邪魔されてばかりいた。そのおかげで仕事が進まなかった。ダイアナはことあるごとに私の様子を調べに来た。彼女は心配だからと言っていたが、彼女が嘘を言っていることは分かっていた。全員嘘つきだ。彼らは私の知能のおこぼれに預かりたいだけなのだ。サイドプロジェクトで彼らの気をそらすことができたのは幸運だった。私はそれをプラント Z と名付けた。さまざまな植物でチャージの影響を調べていたところ、反応して発光する新たな種を発見したのだ。彼らはこれが私の研究のメインだと信じていた。だから私は喜んでそのサンプルを無能な彼らに渡した。必要としている平穏を得られるなら安い買い物だ。こうしてようやく予定通り私とエドモンジウムだけになることができた。これからは限られたサンプルを気にしながら実験をしなくてもよくなった。さすが私だ。その解決策はずっと目の前に転がっていた。必要なのは村が供給する固体のエドモンジウムを液体に変換し不純物を取り除くことだ。言うは易しだが私はサー・エドモンド・ロックウェルだ。私にとってはどんな問題も単純でたやすいものだ。私のゴールを邪魔できるものなどない。
私が高みに行くのを止められるものなどない。これがエドモンジウムの真の力だ。今ならわかる。生き物を変えられるかもしれない。いや、進化と呼ぼう。そのためには実験だ。実験台だ。実験台が必要だ。素晴らしい。実に素晴らしい。想像以上に実験がうまくいった。最初の試験体には村人たちがペットとして飼っていた小さな光る生物を使用した。臆病で繊細な生物だったが、高純度の溶融エドモンジウムを静脈に注入すると予想通り変化を見せ始めた。ものの数分で巨大化し、強大な恐ろしい獣へと変化を遂げたのだ。しかしより近くで観察しようと思った頃、おせっかいな大穴に止められてしまった。本当に非常だ。あの無価値な生物がようやく日の目を見ようとしていたというのに、彼女が台無しにした。殺人者は私ではなくあの女だ。いつの日か罰が与えられるだろう。私を指導するつもりか。この私を。バカな。彼らは未来からやってきたと主張している。それなのに進歩することを恐れているのだ。科学の奇跡を見せてやったのに、彼らは私に対して子供を叱りつけるような態度を取るばかりだ。クソ。全員クソ野郎だ。このままだと新たな資料は永遠に手に入らない。資料なしでどうやって実験を続ければいいんだ。くだらない道徳感を大切にしているようだが、私は違う。これだけ近くにいればなおさらだ。私は確信している。エドモンジウムには種の能力を引き出す力がある。私はそのプロセスを完成させなければならない。資料がなくても何とかしてみせる。必ずな。これ以上試験体を収集することはできないが、他にリソースがないわけじゃない。生物を実験台にするのではなく、研究を一歩先に進めようと思い、人間の血とエドモンジウムの融合に関する研究を始めた。今のところは良い結果が得られそうだ。つまり私のやり方は間違っていないということだ。あの生き物にエドモンジウムを注入した実験は少しばかり雑だった。試験体の血液と混ぜた後に注入すればどうなるだろう。そうだ、これが答えだ。エドモンジウムは知っていたはずだ。もうすぐ私たちは一つになれる。もうすぐ私も高みに登れる。なんというパワー、なんという美しさ。どんどん力がみなぎってくる。これほどの覚醒状態になったのは初めてだ。もちろんリスクはあった。私のプロセスはまだ完璧じゃない。だが左腕の血管を遮断することで左腕だけに変性を止めることができた。これで神に昇華する前に結果を調べることができる。とにかく急ぐんだ。急げ。この下等生物たちから腕を隠し続けるのは無理だ。そうしたいという誘惑にもいずれ負けてしまいそうだ。超越者にならないようにするためにはとにかく自制心が必要だ。というかそれはダメなことなのか。その通りだ。私にはその価値がある。いや、耐えるんだ。耐えろ。お前は長い間待ち続けてきた。もう少しの辛抱だ。集められる限りのエドモンジウムを集めた。村人たちが不毛な祝祭に気を取られていたのは幸運だった。バカどもめ。何がそんなに喜ばしいというのだろう。ミス・ウォーカーの話は聞いた。彼女が何を成し遂げたにしろ、私の偉業に比べたら無に等しい。無駄。彼女は何者でもない真の科学者。真の天才はこの私だけだ。じきにそれを証明してやる。よくやった、ロックウェル。本当によくやった。これだけのエドモンジウムがあれば十分だ。これさえあれば私は無敵だ。ついにようやくこの時が来た。最後の準備は整った。このペンを置き、最後の実験を開始すれば、私の最終目標はついに達成されることになる。高くそびえるエドモンジウムの玉座から間抜けな情妙者たちを見下ろすことになるのだ。このサー・エドモンド・ロックウェルは神となる。今日から地球と天国は身震いすることになるのだ。神聖な金属の川に勝利の歌を歌わせ、その歌声を洞窟の最深部まで届けてやろう。価値のないものは間もなく訪れる大いなる運命に絶望するがいい。お前は私を嘲笑った者たちと一緒に飲み込まれるだろう。今日この栄光の日をもって私は高みへと登るのだ。原始人め、野蛮人め、一体どういうつもりだ。お前は何者でもない。
私は神だ。何様のつもりだ。お前が嫌いだ、嫌いだ、嫌いだ。私はどこに追放されたんだ。ここはどこだ。この感覚は何だ。一人きりだが一人きりじゃない。ここにいるけどここにはいない。自分の存在は感じる。聖なる金属の存在も感じる。でもそれだけじゃない。全ての存在を感じる。そう、全てだ。地球に空、あらゆる石にあらゆるクレバス、全部感じるんだ。ここはどこだ。私は誰だ。分かり始めてきた。以前は視野が狭すぎて理解できなかった。今のように物事が見えていなかった。そして話し方も違っていた。私が話している相手は人間じゃない。生物でもない。この場所と対話しているのだ。アークに話しかければアークは返答してくれる。秘密を教えてくれる。以前は理解しようがなかったことを、より偉大な高次元が何かを囁いてくれる。私たちなら届きそうな気がする。アークと私の二人が。ヘレナ、メイン、やめろ。お前たちには私が必要なはずだ。やめろやめろ。ああ、許してくれ。私を置いていかないでくれ。